空が青いなあ。はい、おはようございます。今日は1月の6日火曜日でございます。今日もね、寒い朝迎えておりますが、はい、今日もね元気にやってまいりたいと思います。ということで、今日はね、まあいつもと同じですね。今日はねでも午後からねちょっと古民家ではなくて、新しい家のね解体工事の方に行ってまいりたいと思います。ということで、今日もね、寒いですけど頑張ってやってまいりたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、それでは毎朝のモーニングルーティーンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちら写真撮っていきたいと思います。はい、それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、じゃあね、今日もね、こちら田中の、チェーンソーね、修理していきたいと思います。ちょっといろいろ調べたらですね、やっぱキャブのところのダイヤフラムを交換したんですが、そこのところのニードルの、部分がうまくちゃんと噛んでないとスプリングが斜めの可能性があるということなので、もう一度ちょっとキャブをばらしてよいしょ、ちょっと見てみたいと思います。はい、キャブばらしました。ここの部分ダイヤフラムの部分、症状としてはエンジンはかかっても、すぐ止まってしまうということで、エンジンに燃料が供給されていないということで、よいしょ、このねダイヤフラムの部分、これがねダイヤフラムなのですがここのニードルがねなんか微妙な調整らしいんですよ。で今これが上がって、ここの面より上がってたらダメなんだけど、今これ見たら下がってるんですよね。だからちょっと上げてみますかね。ここね、ここをねちょっとこれでちょっと上がったんで、これでもうちょっともう一回組んでやってみたいと思います。よいしょ。はい、じゃあね、もう一度セッティングし直したんでキャブを組んでいきたいと思います。
はい、じゃあね、もう一度組みましたんで始動させていきたいと思います。よし炊けるぞ。よいしょ。いきます。はい、ということでね、エンジンはかかるようになったんですけど、今度ね、アクセルを、開くとですね、止まってしまうということで、だいぶいいところまで来たような気がするんで、このね、L スクリューっていうのを、よいしょ、ここですね、ここのネジをですね、4分の1回転、反時計回りに回したいと思います。よし、これでどうだ。これかけてみます。はい、ということで本日も以上になります。ご視聴ありがとうございました。いやー、田中のね、チェーンソーね、エンジンかかるようにはなったんですけど、しばらくすると止まっちゃうということで、もう完全にねこれね、キャブレターのね調整、なのかなと思います。はい、ということでちょっとね根気よくねやっていかないと、なかなか、治らないということで、はい、ちょっと根気よく直していきたいと思います。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、午後からはね、ちょっと、別の家の解体、去年暮れにちょっとね、やったんですけど、そこの解体、に行ってきたいと思います。ということで、ありがとうございました。それではドローンいたします。ドローン。はい、ということでね、午後から、今日はね古民家ではなくこちらのね、解体の方にやってまいりました。はい、ということでね、天気が良くてですね、気温も暖かいんですが、ぼちぼち解体していきたいと思います。ということでよろしくお願いします。人月。はい、じゃあね、まずコンセント関係からね全部外していきたいと思います。よいしょ。プロパンガスが来てますね。これね、こっちも来てますね。はい、じゃあねまたね天井解体してきますよ。
はい、ということでね、久々にこちらのね、一軒家、やってまいりまして、解体ね、ちょっとずっと古民家の方行きっぱなしだったもんですから、こっち手つかずということで、今日はね、実はね、セメントがね、もう足りなくなっちゃったんですよ。はい。で、セメントを次入るのが、2、3日後ということだったもんですから、じゃあこっち解体やりますかということで、はい、こっちの方のね家にやってまいりました。はい、ということでね、久々にね天井解体見てくださいよ。このねほこりだかゴミだかなんか、病原菌だかなんだかよく分かりませんがね、相変わらずですね天井を解体するとですね、いろんなものが降ってきます。はい、ということでね、だいぶね慣れてきたわけでございますから、頭にタオルを巻いて、マスクをしてやるわけでございますが、いやーそれでもね、顔中真っ黒でございます。はい、もうちょっとねほっかぶりとかしてね、やりたい感じでございますが、もう帰ってきてねすぐお風呂入りたい気分になりましてですね、はい、速攻帰ってきてお風呂入りました。はい、ですのでね、まだね冬ですからいいですけど、もう夏で解体はたまったもんじゃないということでございますが、はい、大した冬でも変わりませんけどね。はいということで解体する前にこうやってね電気の器具をね取らないといけないと。で昔はねこうやって電気の器具はね直結されてたんで、はい、今はねローゼットとかね、簡単に取り外しできるようになってますけども、昔の器具は直結なので一応ちゃんと電気が来てないことを確認して、はい、それからね、解体していきます。でね、水道はね止まっているような感じなんですが、プロパンガスがねまだ置いてあってガスが生きてるのかなと、そういう懸念がございます。はい、ということで、電気は来てないのを確認しております。はい、ということで、通路の方のね天井も解体していきまして、いよいよキッチンの方ですね。はい、キッチンの方を解体に行きまして、その前にねこの壁がね邪魔だったんで壁をね、解体しました。はい、大したなんていうんですかね簡単な構造なもんですからね、簡単に取れます。はい、こちらのキッチンもね、照明器具を外しまして、はい、そしてね、流し台っていうんですかね、流し台も撤去いたしまして、はい、そして、いよいよね、天井を解体していきます。ここもね、天井が剥がれると見てください。この病原菌が落ちてきます。ということで、以上となります。ありがとうございました。ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。はい、こちら奥のね部屋の、天井取りました。それとねここね、通路とトイレの天井を取りました。でキッチンの方のもねキッチン全部取りまして、天井をね取りました。ということで以上になります。ありがとうございました。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。解体よいしょ、天井ね、解体してきました。はい、ということでね今日はなんかあったかいですね本当にね。はい、ということで、本日は以上となります。明日もねまたちょっとここ来て解体しようかなと思っております。ということで本日は以上となります。ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで以上となります。ありがとうございました。ゲッツ